はい、皆さんこんにちは。柴崎です。毎日暑いですね。暑い夏といえばひまわりです。素敵ですね。今日はこのひまわりを描いてみたいと思います。では見てくださいね。はい、ひまわりのデッサンですね。このように、花びらは比較的単純です。遠くに花を加えて、そして葉っぱの形をちょっともう一回確認しましょう。この茎から葉っぱにかけても大事な部分ですよね。ここをしっかり描くと、左にある横向きの花との違いも見えてきます。ではこれでデッサンができました。はい、では塗ってみましょうね。まずきれいなお水を塗ります。こんな感じですね。これは、今から塗るブルーの空ですね。このブルーを花びらの際まできれいに広げるための仕事です。これですね、ブルーです。この時に大切なポイントがあります。ブルーをしっかり濃いめに暗く塗るっていうことですね。花びらがきれいに明るく黄色が際立つようにするために、空のブルーはしっかりと暗めに濃く塗ることです。そしてこのようにスケッチブックを手に持って動かして、最初塗った水の力でブルーを花びらの際まで広げていきます。ちょっと手を添えてあげてもいいですね。空がずっと広く自然な感じで広がったでしょう。花びらの今白い紙のパターンがしっかり浮かび上がっている。ここがこの絵の成功のポイントですよ。さて、全体にできました。ではうまく広がったところで、ここでちょっと画面を落ち着かせるために乾かします。ずっと乾きましたね。ではいよいよ花を塗ってみます。ここは明るいイエローですね。大きく塗りましょうね。あまり花びら一枚一枚にこだわりすぎないで大きく塗ることは大切ですね。向こうの横向きのひまわりも同じように塗ります。そこにイエローのディープを内側の部分、ここを塗ります。こうすると花びらの厚みが出てくるんですね。もう中心部分も一緒に塗ってしまいましょうね。こんな具合です。そこに今度はイエローのディープにバーミリオンを加えた色で、もう一歩花びらの厚みを出すために塗り重ねます。ここの花びらっていうのはまったりではないんですね。厚みを持ったり反ったりしていますので、その変化を塗ってみましょうね。中心部、ここ種ができるところですよね。まずバーミリオンとクリムソンリーキの混色でこのくらい思い切った赤色を塗ります。ここはもうムラ塗りですね。そこにウルトラマリンを加えた色で、ここ日陰の部分です。ほら、全体に花に厚みが出てきたでしょ。立体感ですね。そう、手前に来る、こっちに向かってくる花びらはちょっと描き起こします。丸くなってきましたよね。ひまわりの持つなんか花の全体のボリューム表現できてきました。中心部はバーミリオンのような色を軽く叩くようにして置いておきます。さて、花ができたところで葉っぱをやってみましょう。こんな色ですね。これはグリーンの2番にイエローオーカーを加えた色です。花も茎も同じ色で
全体のシルエットを塗ります。この時に葉っぱは左右に広がるだけでなくて、向こう側に遠ざかる葉っぱ、そしてここですね、こちら側に向かってくる葉っぱ、このような葉っぱも空間があるんですね。こういうところをよく観察して描くことが大切ですね。イエローオーカを加えて、ずっと色面白くなったでしょ。さあ、ここはどうでしょう。少し葉っぱのシルエットが面白いですよね。そういう細部もちょっと見ましょうね。どうしてもお花のことばっかり気になりますけども、実は葉っぱの表現大事ですね。これは日陰の葉っぱです。棒を塗ることで明暗の対比で花の形が一層強調できます。つまり葉っぱと花はお互いに助け合って一つの絵ができているということですね。さあ、暗く塗ることも怖がらずに躊躇なく塗ります。これで光が当たったところ、影のところ、そのような光と影の変化が生まれてきます。こちらに来る葉っぱですね。向こう側に行く葉っぱですね。そして棒の変化ですね。細かい変化。もう観察してみるととても面白いですよね。葉っぱがずっとしなって日向と日陰に分かれてる、こんなのもじっくり見てみましょう。さあ、こうやって手前の葉っぱが描けましたら、それを頭に置きながら横向きのこの部分を描きます。これは奥の方にある花ですので、先ほど塗った葉っぱよりも少し明るめでちょっとブルーっぽい色に用意します。そして単純化ですね。こうすることで前後感がはっきり出てきます。とても単純な塗り方ですよ。もうシルエットだけです。こうですね。一筆で葉っぱのシルエットを描くようにしてみましょう。さて、葉っぱができたところで花の描き込みです。ここはやっぱり見る人の注目するところですから、特別に描いてあげましょうね。まず暗い色を置いてから、そこに登場するこれですね。ペインティングナイフです。この先端を使ってこのように小さく引っかきます。どうですか？何か白い点々ができますよね。ほら、種ですよ。これで表現するといいでしょう。マスキングなんか必要ないんですね。では乾かします。さあ、これでひまわりの出来上がりです。どうでしたか？楽しんでいただけましたか？はい、今回はひまわりを描いてみました。ポイントは夏の雰囲気を出すために青空とひまわりのイエローを強く対比させることです。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。なお、この後今日使った色や画材を説明しておきますので、ゆっくり最後まで見てください。それではまた。
す。